まなみです。Turn your English caption please。今日はキャラ育成する前にシステムを軽く解説しようと思います。初めてやる人は名前入力とオープンニックムービー、そして大和スカレットの育成チュートリアルから、そうでなければ普通にログインしてログインボーナスをもらうことから始めよう。ボーナスは毎朝5時から配られるそうです。明日はこれがもらえるみたいだな。イベントや副配出生のお知らせを流して、現在ウマネストというイベントが開催されていますので、画面右上にイベント表示が出ています。キャラ育成はイベント内、または右下のアイコンからアクセスできます。一番下のバーを左から順番に強化育成、育成キャラとサポートキャラの強化及び編成、ストーリー、ウマ娘のストーリームービー、ホーム、この画面です。レース、育成したキャラを使ってレースするところ、それか最後はガチャ、育成キャラとサポートキャラをジュエルを使って引くところ、ホームにドラッグして左右にいるウマ娘の交流シーンが見れます。直接にレースにアクセスもできます。左上のアイコンは育成したキャラをチームに組んで他のチームと対戦バトルするところ、タオラスハイ、ジェミニーハイ、レジェンドレースは右上のアイコン、左下は毎日何回か育成したキャラをレースして金を稼ぐところです。右下は自分でレースを作ったり、他人の作ったレースに参加して楽しむところです。して他人の育成キャラを見ることができます上、変な育成をしたキャラもたびたび見えます。例えば育成キャラの全ステータスを1にしようとしたマヤノやハルラーとか。左上のチーム競技場を使用するには RP を消費します。足りない場合はアイテムで補充できますけど、 RP は時間によって自動補充されていますのでおすすめしません。上のボタンでレースできますが、初めてチーム競技場を使用するトレーナーさんはまず下のボタンでチームを編成します。他のレースと同じくすでに育成完了したキャラしか編成できません。初心者はキャラ別で1人ウマ娘しか編成できないが、勝ちによってチームランクが上がりしたい、距離別で2人またはこの画面のように3人まで編成できます。それではチーム競技場で対戦バトルしようじゃないか。対戦バトルする際アイテムを使用できます。例えばチームのやる気を最大にするパーフェクトか、今回は使用しないようにレースします。いざ華麗に当然の結果だね。そっか、勝っちゃうもんね。1バトルは距離別の5レース対戦、こうして結果だけを見るのをおすすめしますが、書いたレース内容を早送りで見ましょう。5番人気12番スマートファルコン、いい感じに気合が乗っていますね。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期待したいですね。12番人気1番人気は2番ハルーラー。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりで、いよいよ最後の大舞台、第5レース。ここまで走り抜いたチームの思いを胸に栄光をつかみ取れるか、決着の時です。さあ、1番人気の紹介です。今、ハルンだが、この評価は少し決まった。2番人気はこの子、エルコンデルカサは注目の2大ラード制覇者、スマートファルコンが注目12番での出走。今のチャンスでネットヒーローを期待しましょう。各馬娘、ゲートに入って大勢整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘、揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。レースはチームのポイントで勝敗を決定されます。ポイントはスキル発動やレースの順位によって加算されます。
レースの合間に限定セールが開催されることが多々あります。途中でキャンセルボタンを押してしまった場合でも、ホーム画面上で限定セールをアクセスできます。忘れるところですけど、チーム競技場に編成をどうやっていいか迷ったら出産にお任せもできます。むしろ個人はこれを使っています。現在私のチームはクラス4で、対戦バトルのポイントが高ければクラス5に昇格できます。レースにエントリーするの？現在はジェミニハイもレジェンドレースも開催されていません。デイリーレースでは強化アイテムなどが報酬で手に入りますよ。毎日やることといえばログインボーナスの中で左下のデイリーレースで金を稼いだり、少なくとも1回でキャラ育成を済ませたり、これらにカを済ませればその日のデイリーミッションの難なく達成できます。注目の1番人気8番。世界最強はそうエルコンドルパサー。注目の1番人気、もっともっと速くなってみせます。仮にムーンライトショーに勝たなくても参加するだけで金を稼ぐことができますから、毎日参加するのをお勧めします。獲得で父ちゃんとやったみてえにマフラーの重低音についてとか誰かと熱く語りてえよ。お、トレーニングか？よし、目指すか将棋よ。強化編成では覚醒レベルを向上させることができます。覚醒レベルが高ければ育成開示にレベル別のヒントがもらえる。現在大変オペラ王の覚醒レベル3、表示も黄色っぽいなっています。覚醒には育成のレースにもらえるアイテムが必要な上、金も大量に消費されます。金が足りなくて覚醒レベルが上がらないのは課金勢にとって普通です。同じ画面で才能開花を選択できます。才能開花では育成開示のステータスを向上させることができます。スター2からスター3になる際に勝負服もついてくるものなのでおすすめします。才能開花にもストーンかピースと呼ばれるアイテムが必要となります。お、トレーニングか？よし、目指すか将棋よ。育成には継承用の馬娘が必要な上にサポートキャラごとサポートカードも考慮に入れなければなりません。高レア度に表す SSR サポートカードが必ずしも SR より強いというわけではありません。またサポートカードのレベルも育成時にもらえる効果に影響してくるので要注意です。とはいえアースサポートカードはほとんど使えることがありませんのでレベルを上げなくても大丈夫です。ちなみにサポートカードのレベルは金を使ってレベルアップすることができます。サポートカードのタイプはカードの右上にあるアイコンによって表示されます。例えば SSR サイレンススカーはスピードタイプのサポートカードなので靴のアイコンがついています。リュウイントレーナーは友人タイプなので人のアイコンがついています。試しにサポートカードのレベルを上げてみましょう。いたずらしてやるのだ。どのサポートカードも最大レベルは50までいけますが、それを解放させるためには複数の同じサポートカードが必要となってきます。サポートカードを複数枚持っていると保管室に保管されます。変換で獲得した蹄鉄はお、トレーニングか？よし、目指すか将棋よ。試しにガチャを引いてみよう。ガチャは大まかに2種類あります。育成キャラガチャとサポートカードガチャ。
1回だけ強い牛を引きてサポートカードガチャを回します。サポートカードが出ましたね。言いませんのでサポートカード保管室でカード変換を選択します。変換したら蹄鉄というアイテムがもらえます。お、トレーニングか。サポートカードを変換できます。変換で獲得した蹄鉄はアイテムと交換できますよ。そのうちさ、バイク手に入れたら息抜きにあの浜辺行こうぜ。タンデムでさ。先ほど限定セールに入ってなかったが、改めてホーム画面からアクセスできます。購入が済ませたら限定セールを閉じることで次回の限定セールを迎えることが可能になります。交換ありがとうございます。交換ありがとうございます。ありがとうございます。サポートカード変換でもらえる蹄鉄でガチャチケットと交換することができます。交換ありがとうございます。交換ありがとうございます。交換ありがとうございます。ありがとうございます。他のアイテムを使ってサポートカードを入手することもできます。交換ありがとうございます。交換ありがとうございます。初めてのトレーナーさんにはスターさん馬娘引き換え券がもらえます。引き換え券を使って好きなスターさん馬娘と交換することができます。先に育成ケアガチャを回して、それで出なかったスターさん馬娘ここで交換することがおすすめします。さっき聞いた話を思い出したら顔が熱くさあ、綾野のやつあんな過激な恋話しやがって。ホーム画面でプレゼントとミッション達成の報酬がもらえます。デイリーミッションはすでに述べたように、デイリーレースやキャラ育成を1回でも済ませたら達成できます。イベントがありましたら、イベント報酬もお忘れなく。全クリしたら世界の半分を貸してやるぜ。キャラ育成はホームからいつでもアクセスできます。育成開始時のステータス値及び適性を見ることができます。そのキャラの芝かダート適性及び競技適性のほか、客室適性があります。英語圏で馬の客室は大まかに3種類に分けられていますが、日本では4種類があります。客室はその馬がレース進行中に馬群の上か後ろに出なかるかどうかの適性と考えてよろしいでしょう。育成キャラの詳細、例えば初期ヒントを見ることもできます。ヒントはスキルポイントを使ってスキルに変換することができますが、そのヒントの中に必ずしも1個習得済みのスキルがあります。スーパークリートならピューリティ・オブ・ハートというこういうスキルがそうです。キャラ育成時にはまず両親となる形状用の馬娘が必要になります。すでに育
成済みの馬娘が継承用の馬娘になることができます。育成中にステータスアップおよびヒントをもらえる継承イベントがあります。そのイベントでランダムにいくつかスキルのヒントがもらえます。継承スキルボタンでどの馬娘がどんなヒントの因子を持っているのかを見ることができます。因子一覧ボタンで継承用の馬娘とその親の因子も見れます。継承用の馬娘との相性も気を配らないといけません。育成キャラに親しいキャラならば相性もそれなりに高そうと思います。相性が高くほど起こる因子が継承できます。もちろんどの因子が継承されるのかもがランダムに決められます。相性が二重丸にならないけどメジオライオンとマヤのトップガンがスパークリックとの相性がいいらしい。次はサポートキャラことサポートカードを選ぶ時間です。同一キャラを育つ場合、そのサポートカードを選ぶことができません。6つのサポートカードのうち1つがフレンド枠、つまり他人から無償で借りれる枠です。その他が自前になりますから、いいサポートカードを揃えるのは自由な課題になります。選ぶのが面倒な人はお任せ編成ボタンでその他6つのサポートカードの効果も見えます。育成は次回からのことで一応本部に戻ります。イベントやってるぜ。どんな奴らよりも活躍すんのはもちろん俺たちだよな。お、トレーニングか。よし、目指すか将棋よ。もう一つ説明したいことがあります。サポートカードは複数枚を持てると上限解放ができます。先ほど買ったメジロー・マクイーンのサポートカードのレベル上限を伸ばそう。ビシバシと参りますよ。これでレベル35までレベルアップが可能になりました。レベルアップは金が必要なので今回はやりません。サポートカードを変換できます。変換で獲得した蹄鉄はアイテムと交換できますよ。同一のサポートカードを複数枚に持つと保管して見れます。このハードなランサポートカードは SSR なので変換しません。レベルの低い R のみ変換するのです。いっぱいお手伝いするからね。いくつかの SSR サポートカードはイベントの参加あるいはどうかを見るだけでもらえますので、強い SSR カードを持たない人にもとりあえず人勝ちできます。そのうちさ、どうかといえば下のバーでアクセスできるストーリー、その中のメインストーリーを見ることで SSR サポートカードをもらえます。今までのイベントを振り返りますか。興味深いお話ばかりです。育成キャラごとにストーリーがあります。未獲得なキャラストーリーを全部見ることができません。現在はキャラごとに7話まで動画がありそうです。それは遠い昔、とある新人トレーナーと一人のウマ娘が、ありゃ、そういうのいらなかった？本動画シリーズは英訳キャプションで見る人が多かったらしいので、次回キャラ育成は日本語ではなく英語でチャレンジしようと思います。このキャラを育成してくれっていう人は動画のコメントで返信してください。それではまた。